なぜ道路を走り終えたタイヤが私たちの家庭の電気を支える蓄電池に変身できるのでしょうか。この疑問の答えは佐賀県みやき町の小さな研究施設にありました。毎年日本だけで100万トンもの使用済みタイヤが排出されています。これまではその多くが燃料として燃やされたり再生ゴムとして限定的にリサイクルされるだけでした。しかしもしもその廃タイヤがスマートフォンの充電から電気自動車の動力源、さらには災害時の非常用電源まであらゆる場面で活躍する蓄電池に生まれ変われるとしたらどうでしょうか。今回の動画ではこの驚異的な技術の開発背景や具体的な仕組み、さらには日本の企業がどのような形でこのプロジェクトに参画しているかを詳しく解説します。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業をわかりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではこの技術が私たちの生活にどのような変化をもたらし、日本の産業構造や環境問題の解決にどう貢献するのか、その全貌を明らかにしていきましょう。タイヤ電池の開発は、一人の研究者の環境問題への強い危機感から始まりました。株式会社ルネシスの山崎貞光代表は、産業廃棄物である廃タイヤの処理技術をヒントに、廃棄物から蓄電池を作り出すという前例のない研究に着手しました。この挑戦の背景には、現代社会が直面する深刻な資源問題があります。広く普及しているリチウムイオン電池には、コバルトやリチウムといったレアメタルが不可欠であり、これらの資源は特定の国に偏在しているため、安定供給や価格変動の面で大きなリスクを抱えていました。特にリチウムの需要は電気自動車の普及とともに急激に増加しており、資源争奪戦が激化していたのです。一方で、日本国内では年間約100万トンもの使用済みタイヤが排出されており、その処理方法が長年の課題となっていました。現在でも廃タイヤのリサイクル率は 90% を超えているものの、その大部分は燃料として燃やされるか、再生ゴムとして限定的に活用されるにとどまっています。山崎代表は、この廃タイヤという豊富な国内資源を活用できれば、レアメタル依存から脱却した独自の蓄電池技術を確立できると考えました。2012年、ついに硫黄成分をタイヤ素材の中に含めたまま有効活用することで、電池の陽系正極素材を作り出す技術の開発に成功します。正極とは、電池にある2つの端子のうち、電子を受け取る側のことで、プラス極とも呼ばれます。皆さんも普段使っている電池は、負極から正極に向かって電子が流れることによって電気が生まれ、電気製品が動いているのです。従来の廃タイヤのリサイクルでは、正極として利用する硫黄を廃タイヤから取り出す必要がありました。ただし、生成するために多段階の化学処理が必要で、コストや環境負荷の大きさの課題だったのです。そのため、タイヤから硫黄を取り出す必要がないこの技術は、次世代素材として注目され、世界18カ国で特許を取得するに至りました。しかし、ここからが本当の挑戦の始まりだったのです。翌年には、タイヤの炭素から不極素材を製造することにも成功したものの、低温でリチウムを正極素材に含有する技術の解明まで、さらに6年間もの研究期間を要することになりました。この研究過程において、革命的な発見をすることになります。リチウムだけでなく、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムといったあらゆる4原料を正極に含有させることに成功したのです。さらに、これらの4原料は木々や植物の燃焼灰、卵の殻、洗剤などの身近な素材から製造できることを発見しました。この発見により、タイヤ電池は単なる廃タイヤリサイクル技術を超えて、
地域に存在する様々な自然素材を活用できる循環型エネルギーシステムの中核技術へと発展しました。例えば、街路樹を剪定した枝葉から葉原料を製造し、その葉原料を含んだ蓄電池をソーラ街路灯に搭載するといった地域完結型のエネルギーシステムの構築が可能になったのです。さらに2020年には安全性の向上を目指して燃えない素材で作る電池への転換を図りました。従来の正極と負極の材料は廃タイヤの炭素を原料としているため燃焼リスクがあり、リチウムイオンの電解液も燃えやすいという課題がありました。そこで電解液そのものの研究に注力し、タイヤの素材をそのまま電解液として使用することで燃えない電池を実現しました。タイヤ電池の開発は単純な技術革新にとどまらず、資源の地産地消、環境負荷の削減、エネルギー安全保障の確保という複数の社会課題を同時に解決する統合的なソリューションとして進化してきたのです。ここからはタイヤ電池をより詳細に見ていきましょう。タイヤ電池は使用済みタイヤと身近な自然素材を原料とした世界初の次世代型蓄電池です。この技術の革新は従来の蓄電池製造の常識を根本から覆すリサイクル技術にあります。タイヤ電池の製造プロセスは使用済みタイヤの熱分解から始まります。熱分解とは無酸素条件下で加熱し、ゴム分を油化する技術のことで、使用済みタイヤを鉄線、炭化物、再生油、気量縮ガスに分解します。そして、分解された炭化物から蓄電池の正極活物質原料、負極活物質原料、および正極無電材を抽出することで、使用済みタイヤをリサイクルしています。従来のリチウムイオン電池とは違い、製造にレアメタルを一切使用しません。通常の蓄電池には、コバルトやリチウムといった希少資源が不可欠でしたが、タイヤ電池はナトリウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムなどのイオン素材を活用します。これらのイオン原料は、植物燃焼灰、卵の殻、洗剤、温泉スケールなど、私たちの身の回りにある素材から抽出できるため、安定供給と低コスト化が同時に実現されます。現段階の技術水準では、使用済みタイヤ10トンから住宅42個分の電力需要を賄えるタイヤ電池を製造することは可能です。今後も継続した改良、開発によりタイヤ電池の容量を増やし、材料をより有効に活用する計画が進行中です。これまでと材料は異なるタイヤ電池ですが、安全にも十分な配慮がされています。従来のリチウムイオン電池は発火事故が頻発する問題を抱えていました。タイヤ電池は燃えない電解液を使用することで、この課題を解決しており、まさに燃えない電池として設計されています。そのため、住宅用蓄電池としての安全性が大幅に向上し、一般家庭での導入が現実的になりました。タイヤ電池は主に低地型蓄電池としての活用が想定されており、街路灯や住宅、農業など幅広い分野での応用が可能です。すでに街路灯での実証試験も行っており、太陽光パネルと組み合わせたシステムにより、期間中の連続稼働が確認されています。タイヤ電池のもう一つの革新的な特徴は、リサイクルの完全なサイクルを実現していることです。使用済みのタイヤ電池は、再び電池として再利用されるのではなく、イオン原料を含む植物用の肥料として循環利用されます。有機野菜用の肥料としての研究も進められており、真の意味での循環型社会の構築に貢献しています。コスト面での優位性も大きな特徴です。廃タイヤからの製造費用は天然資源に比べて安価になることが確認されており、汎用品市場では他に類を見ない優位性を持っています。国際的な展開の面では、タイヤ電池は世界18カ国で特許を取得しており、グローバルな技術展開の基盤が整っています。昨今の欧州では、走行中のタイヤ粉塵が環境問題として注目されています。世界で年間600万トンの粉塵が空気中を漂い、
海へ流れていることが問題視されているのです。この粉塵はマイクロプラスチックの約 25% を占めるとも試算されており、この粉塵を回収して電極素材として有効活用することも技術的に可能です。タイヤ電池は水力、風力、バイオマス、ソーラーなどの再生可能エネルギー発電と組み合わせることで、石炭、火力、原子力発電に代わる新たなエネルギーインフラとしての役割が期待されています。各家庭でエネルギーを作ることができる社会の実現により、電気は買うものから作るものへと変化し、災害にも強い分散型エネルギー社会の構築が可能になるでしょう。日本の関連企業。それでは、革新的なタイヤ電池に関連する日本の企業を3社ご紹介します。丸紅株式会社、証券コード8002。丸紅株式会社は、食料、化学品、エネルギー、金属、インフラなど幅広い分野で事業を展開する日本を代表する総合商社です。当社はタイヤ電池プロジェクトにおいてタイヤのリサイクル生成物の調達及びタイヤ電池の販路開拓を支援する重要な役割を担っています。使用済みタイヤの安定的な調達ルートの確立から完成したタイヤ電池の国内外での販売チャンネル構築までサプライチェーン全体を包括的にサポートしています。特に同社が持つ自動車業界やエネルギー業界との長年の取引関係はタイヤ電池の市場浸透において極めて重要な資産となるでしょう。海外展開においても同社の国際的な事業基盤を活用することで世界展開の加速が期待できますね。同社の参画により技術開発から商用化、そして市場拡大に至る一連のプロセスが統合的に管理され、プロジェクト全体の成功確率が大幅に向上しています。さらに、同社は再生可能エネルギー分野での豊富な経験も有しており、他のエネルギーとの組み合わせによる新たなエネルギーソリューションの開発においても重要な役割を果たすことが予想されます。東京炭素工業株式会社未上場。東京炭素工業株式会社は、カーボングラファイト製品の精密機械加工を専門とする技術力の高い企業です。同社はタイヤ電池プロジェクトにおいて電極材の日本製造権利会社及び電池の製造方法に関する欧州権利会社として技術開発の中核を担っています。株式会社ルネシストの2社体制でタイヤ電池プロジェクトを立ち上げた創設メンバーであり、プロジェクトの技術的基盤を築いてきました。使用済みタイヤの熱分解成分から蓄電池の正極材、負極材や導電材を作成する技術と、同社が持つ炭素材料の加工処理技術、生産技術を融合させることで、低コストで高容量な蓄電池の製造技術を確立しています。同社の技術力は、タイヤ電池の商用化において不可欠な要素であり、日本の炭素材料加工技術の高さを世界に示す象徴的な存在となっています。半導体製造装置用部材、太陽電池製造用部材、燃料電池用分離板など、次世代エネルギー関連の部材製造でも豊富な実績を有しており、これらの経験がタイヤ電池の品質向上に大きく貢献しています。株式会社エネオスマテリアル、未上場。エネオスマテリアルは、エネオスホールディングスのグループ企業として、石油化学製品や機能材料の製造、販売を手掛ける専門企業です。同社は、タイヤ電池の産業化に向けて、正極及び負極の電池バインダーを提供する重要な役割を担っています。電池バインダーは、電極材料を結着させて、電極の構造を維持する重要な材料であり、電池の性能と安全性に直接影響を与える要素です。エネオスグループが持つ石油精製と化学品製造の長年の経験と技術力を結集して、タイヤ電池専用に最適化されたバインダー材料の開発が進められています。特に
タイヤ電池が燃えない電池として設計されていることから、安全性を重視したバインダー材料の選定と改良が重要な課題となっており、同社の専門技術がこの課題解決に大きく貢献しています。また、エネオスグループは全国に展開するエネルギーインフラネットワークを有しており、タイヤ電池の普及においても、このネットワークを活用する可能性があります。エネオスグループが推進するカーボンニュートラル戦略との親和性も高く、タイヤ電池を通じた循環型社会の実現に向けた取り組みの加速が期待されるでしょう。同社の化学品製造技術と品質管理ノウハウは、タイヤ電池の商用化において欠かせない要素となっており、プロジェクト全体の信頼性向上に寄与しています。いかがでしたか？タイヤ電池は、私たちの社会の在り方そのものを変革する可能性を秘めた画期的なイノベーションです。廃棄物として処理されていた使用済みタイヤが、最先端の蓄電池技術によって新たなエネルギー源に生まれ変わる。この循環型社会のモデルケースは、資源に乏しい日本にとってエネルギー安全保障の新たな可能性を示しています。12年間にわたる地道な研究開発の成果として実現したタイヤ電池は、レアメタル依存からの脱却、環境負荷の削減、地域資源の活用という複数の社会課題を同時に解決する統合的なソリューションです。丸紅、東京炭素工業、エネオスマテリアルをはじめとする18社のプロジェクト加盟企業による協力体制は、この革新的技術の実用化と普及を強力に後押ししています。2024年7月から開始された街路灯での実証試験の成功は、タイヤ電池がついに実用化段階に到達したことを証明しており、今後5年後には工場での量産体制が確立される予定です。この技術が広く普及すれば、私たちの生活は根本的な変化を迎えることになるでしょう。世界18カ国での特許取得により、タイヤ電池技術は国際展開の準備も整っており、日本発の技術が世界のエネルギー問題解決に貢献する可能性も広がっています。特にタイヤ粉塵によるマイクロプラスチック問題が深刻化している欧州市場では、環境問題の解決策としても注目されることが予想されます。タイヤ電池の普及はエネルギー業界だけでなく、自動車業界、化学業界、廃棄物処理業界など多岐にわたる産業分野に変革をもたらすでしょう。私たちの足元にある資源を最大限に活用し、持続可能な社会を実現するタイヤ電池の今後の発展に注目していきましょう。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。